皆さんこんにちは。続きましてですね、私の方からご説明をさせていただければと思います。今山口さんから話がありました ATAT を活用した検証というところで、私の方でですね、15分ちょっとですねお時間いただいてますのでお話をさせていただきます。簡単に自己紹介をさせていただければと思います。損保ホールディングス株式会社の中にですね、フューチャーケアラボインジャパンというですね、介護とか福祉に関わるテクノロジーの組織がありまして、そこのですね、所長をしております片岡と申します。もともとはですね、介護職員になりまして、施設介護をですねずっとやっていました。で、採用とかですね教育といったいわゆる人事系の仕事をですね、損保の中で、本社に来てやりまして、今はですねテクノロジー部門をやっております。で2019年2月にですね介護職の業務負荷軽減と、生産性向上ということをですね、テーマにテクノロジーの研究センターを立ち上げております。簡単に損保ホールディングスのですね説明をしますと、もともとはですね国内損保事業といわれる保険の事業をやっています。で、生命保険の事業とか海外の保険事業、あとはですね介護ヘルスケア事業というところで、今日のですねテーマになっております。その中にですね損保ケアというですね会社がありまして、そこがですね介護付きホームから在宅サービスまでですね一気通貫してフルラインで行っているのが特徴になっています。従業員数が2万4000人、介護付きホームが300施設、サービス付き高齢者向け住宅が132、在宅サービスが635というところで運営をしております。今日はですね施設介護の方が多いというふうに聞いておりますので、少し施設介護の話を中心に ATAT モデルの話をしたいなというふうに思っております。これが先ほどですね話をしたフューチャーケアラボインジャパンというですね、研究組織になっております。でこの中にですねサービス付き高齢者住宅のお部屋であるとか、有料老人ホームのお部屋であるとか、あとはお風呂とか食堂とかがですねありますので、その中でロボットを使ったりした実証実験をしていると、そんな感じでございます。やってることはですね、いろいろあるんですけれど、大きく言うとですねこの4つをやってまして、まず一番初めにやってるのがですね業務の洗い出しというのを行っています。各施設ごとにやるときもありますし、在宅の事業所であったらいろいろとですね、その在宅のですね事業の洗い出しとか、あとは会社全体でどのぐらいのですね、事業というか業務をですね行っているのかみたいなものをですね洗い出しをします。でその中でですね課題を出していきまして、この部分だったらですね業務改善ができる、業務改善ができないというのをですね見ていきます。で業務改善するときに、特にですねテクノロジー使わなくても普通にできることもありますので、それはそれでやるんですけれど、テクノロジー使った方がいいなというものについてはテクノロジーを使って業務改善をしていきます。で、今世の中にあるものだったらですねいいんですけれど、ないものもありますので、一部はですね共同開発したりということも行っております。で、この3番がですね今少し触れましたけれど、安全性検証と技術検証というのをラボの中で行っていまして、実際のですね施設に照らし合わすときに、マニュアルに照らし合わすときにどうやってテクノロジーを溶け込ませるかとか、テクノロジー溶け込ますときにどの部分を少し変えなきゃいけないかみたいなものをですねラボで設計をします。でここでもある程度でいけるなというふうになったら、在宅とかですね施設の中で展開をしていくと、こんな感じでですね、ラボのことをやっております。なので先ほど山口さんの話でいうと、ゼロ次検証とか一次検証と言われるところをですねラボでやって、いいなと思ったものは二次検証でですね施設の中で行っていく、こんな感じでですねやっている業務でございます。で我々の課題というのは何かというと、皆さんのところもですねかなり近しいこともあるかもしれませんが、一言で言うと人材の確保というのが非常に大変だというのが一番の課題になっております。これが人材の需給ギャップのグラフになってますけれど、高齢者の数が赤が増えていますと。で認知症の方も増えておりますと。青のグラフですね、労働力というものがですね、微増しています。若者の人口が減りますので、こんな綺麗にですね増えていくのかというのがあるんですけれど、仮に増えていたとしてもですねこの需給ギャップというのが今後ますます開いていきますと。なので、今でも採用が結構大変ですけれど、これからますますですね採用が厳しくなっていくということがありますので、このままだとですねやはり業界として難しいなというふうに思っています。で介護職のこの職業イメージというのがですね、アンケートで取ったものがあるんですけれど、ポジティブなですね、回答とネガティブな回答が14個ずつありまして、それを複数回答ですね、15歳から64歳の方に選んでいただくといったアンケートになっています。
でここにもですねあるんですけれど、やはり体力的に仕事がきついとか精神的に仕事がきついと、こういうようなですね業界だと思うという、こういうイメージがありますし、現に私ももともとですね介護職員なのでやっぱり大変だったなという思うこともですねいろいろとあります。あとは給与水準が低いということもありますので、この辺りがですね職業イメージとして思われていますし、現にですねそういうようなことも一部あるかなというふうに思っています。これもですね先ほどのグラフの話になりますけれど、やはりこう需給ギャップが増えていくというと、一人一人のですね、介護職員に関わる負担というのがどうしても増えていくということになりますので、体がですねきつい、腰痛を予防したりとか、あとは、認知症の方の対応が大変だとか、こういうようなですね体力的とか精神的というところをやっぱり業務を改善していく必要があるかなというふうに思っています。これが給与のですね、グラフになっておりまして、医療福祉という業界の給与がやはりこう他の、業界平均に比べると低くなっていますし、かつ介護ですね、これを取り出すだけでもですね非常に低くなっているというところで、やはりこう給与を上げていくためには業務を改善して、例えば施設だったらもともと10人でやっていたサービスを仮にですね9人でやるということができれば、その1人分のですね人件費を処遇に充てる、給与に充てることができますので、例えば介護福祉士の給与をですね少し上げることができたりと、こういうふうになっていきますので、そういう意味でもですね業務改善をするというのは大事かなというふうに思っています。こんなことをですね考えながら我々もですね業務改善を進めているんですけれど、いくつかですね事例があります。でこれがですね先ほどの AT-AT モデルというのが右側に載せていますけれど、これは離床アシストロボットといいまして、知ってる方も、いらっしゃるかと思いますが、パナソニックさんが出しているものになりまして、要介護度が重たい方ですね、いわゆるですね、あんまり表現良くないかもしれませんが、寝たきりと言われるような方で、体が大きい方ですとベッドから車椅子にですね移乗する、トランスファーするときにこうどうしても2人がかりでですね介助をすると、それがすごい大変ですし、かつですね、同じ時間にですね2人同じお部屋に集まるというのが意外とですねやっぱり大変なことがありますので、これを1人でですね介助ができる、楽にと、こんな思いでですねこの離床アシストロボットというものをうちのですねホームでも入れております。でこれはですね非常に操作がシンプルで、分かりやすいというのもありまして、ラボで検証が終わった後実際に施設でやったんですけれど、1週間から2週間ぐらいかけてですねもう皆さんが自由にこうスムーズに使えるようになりましたので、やっぱりこの施設店舗側ですね、職員側というのは非常に良かったなというふうに思います。で特にこのソリューション、制度の部分についても特に大きな問題もなくですね実装ができていますので、いいなというふうに思って、入れていきましたと。で要介護者にとっては特にあまり大きなメリットもデメリットもないかなというふうに思っていたので、一応曇りですね、三角ということで入れてまして、コストは少しねお値段かかりますので、ちょっと雨曇りみたいな感じでもともと想定をしていましたと。で実際ですねこれ導入して、施設でですねやり始めると意外とですね高齢者の方から評判がですね良くなりまして、例えばやはりこう2人で介助をするときにどうしてもこう力がですね入ってしまって掴んでしまうと、そうすると少しね痛がってしまったりということもありましたので、本人であったりとかご家族の方が喜んでいただいたりということもありましたので、やるとですねこう晴れに変わっていったりということもあります。そうすると費用対効果みたいなところも必然的に少しね良くなってくると、こんなですねことを AT-AT モデルを使いながらですね、施設の中でどういうふうに展開していくかということを指標でですねやっております。